さあ、今夜も NHK のスタジオにゲストをお招きしております。バブリーダンスで知られます。バブリーダンスの振付師、あかねさんプロデュースによります、17名で結成されたダンスチーム、アバンギャルディの皆さんです。お願いします。はい、今日は17名の中からえりすぐりの精鋭たちって言っていいんですかね。大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。間違いないですよね。はい、ございません。はい。野名さん、長野さん、そして、セイラさん、ソノさん、そして小花さんにお越しいただきました。いやー、びっくりしました。皆さん、同じ感じです。言われますよね。いらっしゃった時には、それぞれ色とりどりだったんですけれども、お話ししてる時には、もう一緒です。はい。カッパになり一緒でございます。はい。2022年2月に発足されたんですよね。はい。謎の制服おかっぱ集団として SNS で世界中から今注目されております。アバンギャルディの皆さん。2023年にはアメリカズガッタレント決勝にも進出。SNS では総フォロワー数が300万人以上ということで。はい。日本だけではなく海外からも注目されているダンスチームでございます。僕はあかねさんとは何度かもうお仕事させていただいていて、はい、お話だけは聞いていたんですけれども、今日なんかこういうラジオ番組でトークするってそんなないんじゃないですか？いいですね。すごい緊張してます。はい。なんかみんな同じ雰囲気なんで緊張してるように見えないんですけども。ドキドキですということですが。ではじゃあお一人ずつ、のなさんから自己紹介お願いします。はい。アバンギャルディのノナです。アバンギャルディの長野です。アバンギャルディのセイラです。アバンギャルディのソノです。アバンギャルディの小花です。長野さんだけちょっとテンションが違ったんですけど。なんかあるんですか、そういうのが。よく言われます。大きい声なんですよね。私すごく。ちょっとマイクから離れながら挨拶させていただいてます。お願いします。ありがとうございます。実は、今日8月17日なんですけれども、もうすでに、この放送されている前の段階で、サマーソニックにご出演されて、はい。っていう状況なんですよね。はい。はい。そう、サマソニに出るってすごいですね。いやー、めっちゃ光栄ですよね。本当に。でも、なんでしょう、ああいった世界的なアーティストと同じ舞台に立つっていう、その感じっていうのはどんな気持ちなんですか？もう、緊張しまくるんですけど、はやっぱり私たちのことをうん初めて見てくださる方もたくさんいらっしゃるわけで、その方々にね、どうにかアバンギャルディを知ってもらおうと、その心意気でパフォーマンスさせていただきました。ねえ。まずはお疲れ様でした。ありがとうございまということになります。ラジオお聞きの方でも参加してこれを聞いてるという方もいらっしゃると思うんですが、さあ今日はですね、チーム活動はもちろんのことお越しいただいたメンバーお一人ずつにフォーカスしていくという。す。もう後から他の12人と喧嘩しないで。なんで私たち、なんか12人はどうなんのよとかって、私たちもフォーカスしてくれよみたいな。怒られちゃう。怒られる。大丈夫です。大丈夫です。はい。まず伺いたいのが、そのアバンギャルディの存在を世界中に、知らしめたと言っていいと思いますけれども、2023年に出場されました、アメリカズ・ガット・タレントという、これも世界的に有名なオーディション番組ですよね。このアメリカズ・ガット・タレントって最近日本でもね、芸人さんがいっぱい出てるんで話題になってますけど、これ自分でエントリーするんですか？いや、私たちはSNS を見たプロデューサーの方から、はい。出演オファーが来て、出ることになりました。はい。それはもちろん英語でオファーが来るんですよね。おそらく、日本語じゃないですよね。だと思います。アメリカに来ていただけませんかね。そんな感じではないですよね。で、その話聞いた時っていうの皆さんどんな気持ちだったんですか？いや、本当に今までアメリカズゴットタレントって大好きで自分が見てた側のステージだったので、まさか出れるなんてびっくりで嬉しかったですし、はい。
厳しくて有名なサイモンさんに、ですよ。どういう感想をいただけるか正直不安で怖かったです。怖いですよね。ね、必ずそのラジオ聞いてる方に説明しますと、まあアメリカを代表するオーディション番組というか、まあオーディション番組というよりも審査員がいて、その人たちと、あとはもう会場の雰囲気、この一体感を楽しむという、まあ一発オーディション番組みたいなはい。感じですけれども、面白いのが、歌だけじゃなくって、パフォーマンスとかもいろんなことをこうやらせてくれるんですよね、ここってね。はい。そこがちょっと他のオーディション番組と違うかなっていう感じがするんですけれども。でも、オファーが来てから出演までって、その期間ってどれぐらいあったんですか？結構短かったですね。 1ヶ月、2ヶ月ぐらい。オーディションに関してはもっと短かった。もっと短かったんじゃないあ、そうなんだ。おそらく。まあ、オファー来るじゃないですか。オファー来て、テレビに出れるって確約はないんでしょ？ないです。ないです。で、アメリカに一旦行く。はい。はい。行って、まず第一次の審査を受ける。受けて受かったら出れる。それも、多分罰が4つ出ても面白ければ出れるんですよ。そうなんです。そうなんだね。だから、多分、もしかしたらそのイエスを4つもらっていても、うん。テレビには映ってない人もいるかもしれない。ありますね。厳しいですね。結構何日間も、1日で何十組も出演するのが何日も続いてるみたいで、は私らもほぼ最後らへん、あ。はい。オーディション日のトップバッターやったかな。ええ。そうですよ。はい。でもドキドキで、もう、私らのパフォーマンスも映るかもわかんない。まあまあまあ、そうですよね。だから、収録が終わって、えイエス4つもらったんですけど、その後も、でも放送されるかわからないんですよね、っていう、そうなんだ。はいなんか不思議なオーディション番組ですね。厳しい設定でしたね。でもそれがまあ、すごいこう、いい形でね、はい。世界に情報発信されたわけじゃないですか。やっぱりあの番組に出て、だいぶこう変わりましたか？街中でも結構声をかけていただく機会が増えて、それは、アメリカズガットタレントを見た日本人から？日本人の方も、日本に来られてる海外の外国人の方も、すごいね。はいまあ、それだけね、いろんな形で見れる番組だから、まあ、いろんな方法ありますからね。見方はね、リアルタイムでも見れないものもありますしね、いろいろありますけれど。そうなんだ。やっぱりこれすごいんだなと思ったということですね。まあ、最近だとね、芸人さんでも話題になってますけど、とにかく明るい安村さんがね、すごい、ちょっと、あれをきっかけに、ほぼほぼ営業の9割が海外になってるみたいな感じで。だって最近だって日本の番組あんまり出てないじゃないですか。海外にだって営業行ってるって聞きましたよ。いないんだ。なるほすど。ごいですよね。海外に営業ってすごいですよね。そうですよね。でも実際にそういったそのオーディション番組っていうのは、これまでも皆さんね、いろんな形でそういうオーディションの場って、個々に踏んできたと思うんですよ。そういうなんかこう、人に審査されるというかね、人に見られるっていうところを、こういろいろとかいくぐってきた中でも、ちょっと特別でしたか？今回アメリカでやるっていうのは。やっぱり言語が通じないっていうのも私たちの中では不安やったんですけど、めちゃくちゃ盛り上がってくれましたね。本場のノリというか、っていうのを感じられました。でも皆さんがね、実際にやってる、ことっていうのはノンバーバルコミュニケーションじゃないですか。もう、要するに体を介してね、はい。皆さんとコミュニケーションを取れるっていうのがまさにこう、皆さんの、まあ、利点でもあるし、魅力でもあると思うんですけれども、自分たちのパフォーマンスをこう見ていただく中で、特別な音楽っていうのはあると思うんですよ。自分たちをこう見せるっていう意味でね。で、そこで、まず、ちょっとこう、アメリカズガットタレントでパフォーマンスされた曲の中から一曲、皆さんのシグニチャーソングじゃないけれども、なんかこう、特別な一曲を選ぶとしたら、何なんですか？やっぱり、予選で踊ったシンデレラハネムーンですかね。岩崎ひろみさんのはい。シンデレラハネムーン。はい。ちょっと聞いてみます？改めて。うわ、この曲を聴くとコロッケさんしか思いつかない。
はい。実は私たちも、コロッケさん直々にご指導を受けてるんですよ。いやー、すごいですね。表情の指導をしていただいて、直接、直接コロッケさんに、はい。岩崎宏美さんではなく、コロッケさんに、すごいですよね。じゃあ、コロッケさんも、そのアメリカズガットタレントに出演されたってことはご存知なんですよね。はい。なんかおっしゃってました？アメリカズゴットタレントのうんうん予選が終わって、また日本の別の番組にええ。同じ作品でチャレンジしようとね。してるときに、何かもう一味欲しいとうんうんうん。いうところで、あかねさんがコロッケさんにお願いをして、なるほどね。はい。で、指導を受けて、その大会にチャレンジしたんですよ。ええええええ。なんで私たちも、そこでまた表情の指導を受けて、そうです。ちょっとあの作品に一味はい。加わって、はい、加わって、実際に、コロッケさんは、どういうご指導をされたわけですか？やっぱりね、モノマネ界の帝王なので、はいこの顎の使い方だったり、あ一番私が驚いたのは、モーニングルーティンで、こうモーニングルーティンはい。はい高いお湯にこう顔をつけて、全部の筋肉を動かすらしい。ええこの、そんなことしてるんですか？それ聞いてびっくりして、あ、そうですか。私もちょっと真似させていただいても。あ、そうなんだ。そういう訓練をされてるんですね。はいもうつい最近も僕、コロッケさんと一緒にお仕事して、その時はもうずっとロボット五木ひろしで。だけど、コロッケさん。最近大好き。ですよね。いや、でもそうやってご苦労されてるからこそできるモノマネで、その帝王から直接ご指導もはい。いただいて、すごいですね。嬉しかったです。でもこれ、シンデレラハネムーンのパフォーマンスっていうのは実際には皆さんは結構高速というか、そうですね。倍速まではいかないか。合間にはいかないですけど、1.5 倍ぐらいはしてるのかな。で。あ、これです、これね。この速さです。これが慣れたスピード。これが慣れたスピード。確かに、なんかもうほぼ原曲で。聞き慣れてる感じ。あーでも早いね、こうやって聞くと。ね、踊るとなると、もう追いつかない、追いつかない。K-POP のね、アイドルとかがよく倍速チャレンジ。ですね。あれがだいたい 1.75 倍速なんですって。早い。早いんですよ。結構早いよ、1.75 倍って。うん。ね。途中でくたびれてますからね。まあでもこうやってね、一つの名曲が、こういった番組を介して、もしかすると世界にね、その魅力が発信されて、で、しかも、最近日本の歌謡曲が、めちゃめちゃ海外で、流行り始めてるんで、まあ、シティポップのブームはベースにあるとしてね、最近もう歌謡曲がすっごい流行ってるから、80年代とかの。素敵ですもんね。岩崎宏美ブームが来るかもしれない。皆さんのおかげでね。私たちが踊らせてください。海外で営業したいです。ぜひ表情で。もう踊らせてください。表情付きでね。はい。もう安村さんに継いでください。海外営業。やらせてください。すごいですね。これヘアスタイルだったりとか、ファッションっていうのは、多分トータルコーディネートもあかねさんのアイデアが入ってると思うんですけども、特にこう、皆さんの、なんかこう、推しポイントみたいなっていうのは、どこなんですか？やっぱりおかっぱですかね。カッパヘアが、うん。ダンスの最中でも、この髪の毛の揺らしまで揃えるっていう、そこもポイントなんですよね。いや、この髪の、なんだろう、こう、キューティクル言ってくる。キューティクル、わかりますよね。なんかツヤ感はい。このツヤ感と揺れって大事だよね。超大事。はい。いや、それすごくわかりますよ。もしこのキューティクルがないときついと思う。ボサボサで。だからすごい綺麗に、さらーっとしてるおかっぱ頭いや、すごい表現が難しいんだけど。で、今もNHK のスタジオ、結構ここ大きいスタジオですけど、照明が結構強いじゃないですか。もう皆さんのね、髪がね、ピッカピカピカって。
丁寧に手入れしてます。そうですか。はい。衣装のこだわりっていうのはあるんですか？靴も一緒ですよ。靴です。これ、上靴、これ特注ですよね。既製。既製これ既製なんですか？普通の上靴のちょっとこう、なんだろう、先の方が赤くなってるというか、先から下が赤色ですね。はい。なんだ、既製品なんですね。でもちょっといつか夢で、私たちやっぱ上靴履いて踊るので、ええもともと踊るように作られてないんですね、既製品なので。なんでちょっとクッション性だったりとか、えなんかその辺も含めて、ちょっといつかプロデュースできたらいいな。ダンシング上靴。ダンシングはいいですね。シンデレラ上靴とか。素敵。だってシンデレラとかけてくださいよ。シンデレラ。そうですよ。シンデレラ羽もんじゃなくてシンデレラの方で、本物の方です。はい。ね、ガラスじゃないよ、みたいな。ゴムだよ、って。チックじゃない。いや、でもね、いずれはそういうのをやってみたいって気持ちわかりますよ。うん。Asian music culture. You were catching the wave. Join us. 古山最近のポップ A。今夜は古谷と、アバンギャルディがおお送りしています。で、ここからはですね、せっかくなので、ご出演メンバーお一人ずつにフォーカスを当てていこうかなと思っております。で、やはりテーマがあった方がいいなと思いまして、テーマをですね、推し活にさせていただこうかなと思っております。まあもちろん、アバンギャルディの推し活をしてらっしゃる方もたくさんいると思いますけれども、まあ最近もう、なんでしょうね、生きがいの一つとして推し活を上げる方もね、少なくないわけで。さあ、そんなメンバーの皆さんが一体どんな推し活をされながらパワーを得てアバンギャルディのパフォーマンスにつなげているのかということで、お一人ずつ、まずはノナさんからいきたいと思いますが、はい。ノナさんの推し活を教えてください。私の推しは、飼い猫の五郎です。クロちゃん。はい。まず、トークが渋いです。ゴロです。五郎ちゃんです。はい。ゴロちゃんってもいうう。、本当に可愛くて家帰るたびにめちゃくちゃ癒されてるんですけど、は実はまだちょっと距離感があって、い。はい。何歳ですか？もう多分8歳ぐらいかな。 8歳に距離感あったらやばっすね。そうなんですよ。こう長い。ちょっと私が、一時期家を出てったのもあって、もう帰ってきたら、もう他人みたいになっちゃって、そうなんですよ。お母さんが帰ってきた時は、もう、にゃーって出てくるんですけど、は私が帰ってきてもびくともしなくて、そうなんですよ。だからちょっとおやつのチュールをあげたりとかして、ちょっと餌付けしながら、懐いてもらえるように頑張ってるんですけど。いや、でもね、ツンデレですから、基本。そうなんです。猫ちゃんはねそこもまた魅力の一つなんですけど、いつか一緒に寝るのが夢です。でも、はい。噂によると猫アレルギーがある。そうなんです。そうなんです。なんでいつも鼻むずむずさせながら推し活してて。でもそういう方多いですよ。アレルギーあるんだけれども、もうペット可愛くて仕方がないっていう人。魅力に負けてます。ね、はい。わかります。はい。ちなみに、ゴロっていうのは、これ、漢字稲垣吾郎さんのゴロと一緒なんですけど。はい、そうですね。このゴロという名前の由来は、これはね、私は結構洋風な名前にしたかったんですけど、はいなんか母のこだわりで和風にしたいと。で、この五郎の5も、なんかのこだわりでこっちなんですよね。数字の5じゃなくて、こっちらしくて、私はその理由までは知らないんですけど、すごいこだわってつけてました。ちなみに洋風な名前だとどういう名前つけたかったんですか？私はね、ウィルとかつけたかった。おしゃれ。ちょっとなんか、おしゃれな感じで。いいですね。ウェルカモンねえ、ゴロこっち来いみたいな。全然違いますね。話しことが変わってきますよね。いや、全然違いますよ。はい。ウィル。ウィル。ウィルが良かったんです。いつの間にかゴロになってます。
じゃあ、五郎ちゃんとね、仲良くなることを夢見て。はい、夢見てます。ありがとうございます。続きまして、長野さんの推し活行きましょはい。私の推し活は、アニメや漫画を見ることです。う。おー。はい。アニメや漫画って言ってもね、ジャンルすごく幅広いですし、はい。どういったところがお好きなんですか？中でもずっと昔から進撃の巨人という作品が大好きなんですよ。はい。小さい頃からずっと見てて、今でもこう、私の生活にいろいろ影響が及んでい進ます。撃の巨人が生活に影響を及ぼしている。はい。作中に、ええ。こう、巨人が出てくるんですよね。出ますね。はいその巨人の動き方、走り方がすごい特徴的なんですよ。はい。その走り方だったり、あとはこの登場人物のはい。アクションの動きを実際にこう勉強して踊りに取り入れてます。びっくりしました。普段の生活に取り入れてますって言われたらどうしようかなと思って。そうですね。実際にこういうアバンギャルディの活動の中に生かされてますか？活かされてます。なんかアイドルという、YOASOBIさんはいのアイドルという曲で、一部私がソロで踊らせていただくところがあるんですけど、はいそっちの部分で、進撃の巨人。巨人を確かに。してます。実は。え実は。あれ、巨人やったの知らんかった。メンバーも今知ったみたいな。知りました。え踊るときは頭の中に巨人を潜ませて。え。へえ。はい。ただ推し活してるだけではなくって、実際に行動に移って。はい。ですね。こうやってね、やっぱりこう、文化活動ってすごく自分がやってることにねうん、つながる部分って大きいじゃないですか。はい。そういう意味でもね、漫画、アニメから動きを学ぶという。研究しております。はい。でも、基本は好きってことだよね。もう大好きです、本当に。うん、時間ないんじゃないですか？そんな新しいのたくさん見るって。もう見ることが生きがいなので、はいもうどんだけ時間がなくても移動の際に見たりとか、あとはこの進撃の巨人のシリーズの楽曲を移動の際に音量マックスで聴いて、へえ。はい。他のメンバーの皆さん知っている？そうですね。この、進撃の巨人好きは、出ます出ます好きは知っている。ガンガン聞いてるのは知らなかっ知らなかったよね。た。はい。音漏れ気をつけてください。ただ声にも出さないように気をつけてます。はい。なるほどね。ありがとうございます。長野さんでございました。はい。次は、セイラさん。はいセイ。ラさんの推し活は何でしょうか？推し活というか、私はお笑いが大好きで、その中でもダウンタウンさんが一押しなんです。みんな関西ですもんね。はい。出身ね。それはやっぱりお笑いですね。どのぐらい好きなんですか？両親がもともと大好きで、テレビはずっと、ダウンタウンさんの、録画していた番組が流れてて、そこまで好きなんだ。録画してたやつを流してた。はい、ずっと何回も見てて、それで私も好きになって、えで、その中で、浜田さんえがはい。歌っている、H ジャングル with T さんの、は War War Tonight っていう曲があるんですけど、い。流してますよ、今。もうこの曲。大好きで、最近また歌ってましたよね、これね。歌ってました。歌ねえ。大阪でイベントで歌ってましたよね。小室さんと一緒に。ってましたね。ええ。でもこれリアルタイムでは聞いてないでしょ？聞いてないです。僕が聞いてたもんね、リアルタイム。ええ。めちゃめちゃ流行りましたよ。そうですよね。うん。もう私も大好きなんで、カラオケのお箱の一つです、これ。歌ってます。セイラさんが歌ってるの聞いたことあるんですか、皆さん。披露したことはないんです。あら、ことないですね。そうなんだ。はい。みんなでやろうよ、こうやって。もう。ねえ。今日ちょっとカミングアウトしたんで。行ってください、今度。なんで、はい。行きたいですじゃあ、結構その、お箱でもあり、はい。なんかこう、自分にとっては、なんだろう、元気がない時とか、そういう時に聞くめっちゃ聞きます。パワーソングでもあるっていう。はい。応援ソングとして、今でも聞いてます。すごい。このね、ダウンタウンの話をしてる時のセイラさんの顔が、今日一番楽しそうなんですよ。ね、ニッコニコしてますね。めっちゃニッコニコしてましたよ。
でもやっぱりわかります。僕もね、北海道に生まれ育ったんですけど、大阪に2年間いて、その2年間で、この喋りのスタイルを習得したんですよ。もうだから大阪行かなかったら、僕ここに座ってなかったと思うよ。本当に。もうありがとう、弁天町ですよ。本当にはい、ありがとうございます。ということで、セイラさんはダウンタウン推し活ということですね。次はソノさんです。はい。はい、推し活、何でしょ私は、ビッグバンの推し活を11年間しています。うということは僕お世話になってますか？はい。いやお世話になってるんですけど、一方的にほんまに会ったことがあって、もうこのラジオに出演するって聞いた時も大興奮でした。ほんまに古谷さんにお会いできるって聞いて。本当ですか？全然今日、ここに至るまで何にも、普通でしたよ。ほんまにドキドキやって。本当ですか？そう、もうやばいんですけど。ほんまに。すごいね、楽しそうにしてたもんね。やばい。本当ですか？いや、もうだって僕、デビュー前からずっとビッグバンと一緒に仕事してて。そうなんですよ。だから、本当に、ソノさんと歩んできた感じです。あ、そうだね。実際をね。一緒に歩んできて。推し活一緒に歩んできた感じ。はい。ね。でもビッグバン、その好きになったきっかけは何だったんですか？なんかほんまにたまたま YouTube にはい、はるはるあが流れ前だね、じゃあ。てきて、その瞬間に、あ、もう好きやってなって、そこからもうディグりまくったっていう。はるはるって知ってますか？はい、知ってます。お、さすがですね。ね、頭ね、イントロ、田中。田中じゃないのにね。田中なのに。田中。聞こえる。いきなりね、鈴木っていうのと一緒ですから。しかもあんなセクシーにね、もう学校の先生だったらあんな風には言わないよね。そうですか。はいじゃあ今もビッグバン聞くんですか？もう聞いてます。毎日聞いてますし、やっぱりライブ前とか本番前は、うんこう自分が実際ライブ行ってた時のこう熱量とか、高揚感っていうのを思い出すために、ビッグバンの曲を聴いてます。ちなみに曲は何がお好きなんですか？そうですね。やっぱ自分のテンション上げたい時は、まあ今かかってます。ガラガラ号。おー、ガラガラ語。どうしてどうしようもない時、心を落ち着かせたい時は、声を聞かせて。あそう日本オリジナルがお好きですね。はい。好きですね。なるほど。じゃあ、そのさん引き続きお世話になります。はい。お願いします。お世話になります。よろしくお願いします。はいはい。ちなみに一応聞いておきましょうかね。メンバー誰が好きなんですか？ G ドラゴンさんです。はい。そんちゃん、ありがとう。こんな感じです。はい。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。そのさんでした。最後は、小花さんです。はい。はい、推し活は何でしょう？私の推し活は、展示会とか個展に行くことなんです。振り幅がすごいですね。びっくりから展覧会に行っちゃいましたか。あ、そうですか。そうなんです。それは、例えばいろいろあるじゃないですか。まあ、特別展とかね。うんそれから常設とか、あとはもう、美術館とか、うんまあいろいろあると思うんですけども、はい。特にどういうものがお好きってあるんですか？推しの画家さんがいて、推しの画家がいる。推しの。うわちょっと知らないかったらどうしよう。はい。推しの画家さんが、トレンツ・リャドさんっていう方なんですけど、ちょっとマニアックかもしれないんですけど、お母さんがこれが大好きで、はい。大好きな画家さんで、子供の頃に個展を連れて行ってもらって、そはあ、っからドハマりしました。いや、やっぱり親の影響ってあるね。それは、何歳ぐらいから行ってたんですか？小学校の、本当に低学年とかですかね。へはいえ。トレンツ・リャドさん。はい。スペインの現代印象派の天才画家とそうなんです。言われてる方で、はい。巨匠モネの題材を多く描いている。はい。あ、そういう方なんですね。はスペインやモナコの王室のお抱えの画家。すごいんです。ただ47歳という若さでこの世を去ってると。お母さんは生前に、リャドさんに実際に会われてるんですけど、お母さんが会っている。はい。お母さんはモナコの王室の方。ですけど、リャドさんが来日された時の、イベントとかでイベント。とかで、
わ、すごい。そんなに好きなんだ、お母さんは。はい。へえ。ちなみに、じゃあ、お家にいっぱい絵があるんですか？そう私は個人的に好きな実際に見た絵のポストカードをはい全部買ってお部屋にバーッと飾ってるんですけど、はい。夢がタレンツラドさんの原画をいつかお家に飾りたい。ああ。で、お母さんは持ってるんですか？いや、お母さんも実際に描いてなくて、で、高いもね。選べないんですよ。いい絵がありすぎて。あ、逆にね。はい。あ、なるほど。即決いつもできなくて、でも実際にお家にあったら本当に素敵なんですよ。へえ。いや、僕さっきネットで見たんですけども、はい。なんかすごく雰囲気のある絵ですね。はい。なんか没後30周年を記念して、今新宿で大回顧展が。そうなんです。めちゃめちゃ行きたくて、ん。なんか、ヤドさんの画風が、絵の中に窓があって、うんその中にお花がいっぱいあるみたいなうん。作品が多いんですよ。それがもう生で見たら大迫力なんですよ。入場無料らしいですよ。絶対に行きたいと思います。行かせていただきたい。わあ、すごいですね。でもなんか皆さんのお話聞いてると、やっぱりこう、どこかアーティスティックですね。なんか芸術的というか、感性的というか、それがなんかすべて皆さんの活動に生かされてるのかなという感じしますけどね。はい。ちなみに、グループの中で流行っているものって何かありますか？最近は、みんなガチャガチャにハマってます。ああ、あれですよね。カプセル玩具のことですよね。何ていうんですか、専門店？僕あります。いや、僕ね、最近子供が小さいので、たまに行くじゃないですか。迷うね。あれ、ありすぎるね。ですよね。あんなにあるんだね。種類。だって何百台ぐらいあるでしょ？大きいお店って。はい。しかもジャンルごとに分かれていて。もう本当、どのあたりがお好きなんですか？これこそ私はもう、アニメですよね。アニメの推し活してますよ。聞いてバカだったなと思って。そりゃそうだよなと思って。まあ、メンバー内で人気なのは、なんかこう、ペットボトルとかにはいつけれる、ゴムがついた、なんか、マスコットみたいなのがついたやつで、座ったりしてるやつとかですか？キャップとかに。なんかね、それにちっちゃいゴムがついてて、うん傘とかペットボトルにそれをつけとくと自分の目印になるっていう。だって17人いたらね、ペットボトルも取り合いだよね。そうなんです。もう絶対名前書いたり目印つけないと誰のかわからなくなるから、最近みんなそれを集めてるんですけど、好きなキャラクターとかも一緒やったりするんで、じゃあ、被る。結局同じやったりするんですよ。目印としては活用できないんだよね。難しいところもあります。はい。ということで、いろいろと皆さんの推し活聞かせていただきました。ありがとうございます。古山佐伯のポップ A。今夜は古谷と、アバンギャルディがおお送りしています。古谷正幸のポップ A。さて、今日はですね、NHK のスタジオにアバンギャルディの皆さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。で、実は今度面白そうなイベントがね、開かれるんですよ。9月1日日曜日。幕張メッセ、千葉ですね。イベントホールで開かれます。ジャパントランスネーションズ2024というイベントなんですけれども、これなんか日本と韓国のアーティストが結構いろいろとこう出演して、オムニバス系のイベントっていうふうに伺ってますけれども、はいこ。ちらの方にアバンギャルディの皆さんもご出演されるとはい。いうことですね。ちなみに韓国から参加するアーティストっていうのは1回目が A ピンクさん、ハイライトさん、エンサインさん、ダウィンドさん、そしてユニスさんなど、そして2回目公演にはジュンスさん、そしてペンタゴンのフイさん、エンサインさん、ダウィンドさん、ユニスさんなど、こういったラインナップになっております。
これ国やジャンルを超えたボーダレスな音楽フェスっていうコンセプトがあるようですけれども、はい日本と韓国から様々なアーティストがいらっしゃって、しかもベテランから若手まで幅広いラインナップになっているということなんですが、こちらのイベントではどんなパフォーマンスをされる予定なんですか？そうですね。ボーダレスなイベントということで、私たちも国とかを超えて、どんな方でも楽しんでいただける、ぶち上がるパフォーマンスをお届けしようと思っています。ソノさんがすごく丁寧に言ってるんですけども、丁寧にぶち上がりのなるほどね。今のところはビッグバン的でしたけどね。はい。はい。ぶち上がってる感じですよね。何曲ぐらいやる予定なんですか20分間ぐらいで、ええ。多分5曲ぐらい。おー。その中にメドレーとかも入れる予定なので、そこでちょっと私たちの色をどんどん出せたらいいなと思ってます。アバンギャルディのパフォーマンスって、例えばそのオーディエンスとのコール&レスポンスみたいなのがあるんですかね？私たちは、ええちょっと独特なんですけど、は一緒に踊ってもらうという、い。一緒に踊ってもらう。はいはい。私たちのパフォーマンスで、カモメが飛んだ日っていう、はい渡辺真知子さんの楽曲で踊ってるんですけど、その部分を、簡単にちょっとレクチャーして、ええお客さんと一緒に踊るっていう、今回も予定されてますか？ぜひやりたいなと思ってます。やりたいですね。ちなみに、どんな感じなんですか？実際にやるのは。僕も今教えてもらおうと思って。担当の長野さんに。長野さんお願いします。手を開いていただいて。両手を開いて。はいはい。カモメのように手をパタパタと。パタパタと。はいはいはい。これを、カモメが飛んだ、パタパタパタ。ごめんなさい。今ね、四十肩でちょっと上がんなくちゃカモメが飛んだ、パタパタパタ、上、はい、カモメが飛んだ、パタパタパタ。あなたは、はい。前を向いて、はい。そして、アバンギャルディポーズっていうのがあるんですけど、はい手を胸に当てていただいて。ヨン様みたいな感じですよね。そうですね。ペウンジュンさんみたいな感じですね。はい。はい。で、胸に当てていただいて、そこから決め顔という、決め顔。はい、決め顔をしていただきます。ちょっと歌舞伎っぽいね、感じ。そうですね。これはアバンギャルディペースなんですけど、はいはい決め顔してもらって、はい。あなたは、一人で、ええ。決め顔。おー。手を1、2、3、4と重ねてもらって、解放。はい。手をオープン。はい。1、2、3、4はちょっとパントマイム的に解放。やっていただいて、で、手を広げて解放。また、カモメを感じるという。ああ。皆さんにやってもらったら楽しめる。はい。みんなでカモメダンスをお舞台の上から見えるんですけど、結構皆さん踊ってくださるんですよね。もう誰か飛んできそうじゃないですか。ちょっとかもしれない。確かに。やっぱこういうのってね、一体感作るためにあったら絶対いいですよね。めちゃくちゃ楽しいです。みんなで楽しめるっていうのね。はい。そんなみんなで楽しめるステージを今回も用意してくださるとはい。いうことでございます。K-POP のグループも結構出ますんで、いずれは一緒にね、やったらどうですか？よりとり。あかねさん力あるじゃないですか。お願いしてみます。お願いします。ねえ、ということでございまして、こちらのイベントは9月1日日曜日に幕張メッセイベントホールで行われるということでございます。これは、1日2公演ということになっておりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい。さて、アバンギャルディの皆さんは、セカンドワンマンライブ全国ツアーが無事完走とありまして、これからの活動について伺っていきたいんですけども、こういったフェスなんかもそうですし、これからどういう、活動を予定されてるというか、最終的にこんなことやってみたいっていう目標もあると思うんですけど、どうですか？アバンギャルディのライブって本当に幅広い世代の方が来てくださるので、私たちはアバンギャルディの定番の曲だったり、昔懐かしい曲だったり、あとはもう小さい子が大好きな曲っていうのも、披露するので、そこが私たちのライブの魅力だと思うんですけど、これからは、日本だけでなく、世界にも私たちのパフォーマンスを楽しんでいただけるようになりたいなと思ってますし、夢はラスベガスの舞台でパフォーマンスすることです。
ね、セリーヌ・ディオンの次にお願いして。ラスベガスといえばね。そうですか。でもやっぱりこう、海外でね、そういったアメリカズ・ガット・タレントみたいなものに出ると、次のオファーみたいなの来ないんですか？来てもおかしくないと思うんですけど、海外から。でも私たちは、海外でも実はライブを開催しまして、おう。なんかまだ日本とは違った反応があったりして、あとそのカモメダンスも、日本語誰も分かれへんのに、すごいみんな踊ってくれるんですよ。全員手上がってましたね。すごいですね。あとはそれこそやっぱり日本のカルチャーであるアニメソングうん。で踊ったんですけども、めちゃめちゃ盛り上がりました。ああ。そういったね、アプローチの仕方ってありますよね。皆さん知ってる楽曲からみたいなね、ところもあると思いますけど。コーナさん、あんまり喋ってませんけど、どうですか？いや、今、喋ろうか待ってたんですけど、海外公演限定で、アニメソングとして、セーラームーンの楽曲で踊らせていただいたのがめっちゃ印象残ってて、やっぱり日本のアニメってすごいんやなって思いましたし、もっとなんかいろんな国でパフォーマンスして、いろんな国の違う反応を楽しみたいなっていうふうに思いました。まあ確かにアジアのファンの人たちって熱いからね。日本のアニメ特にね。そのラスベガスはやっぱりショービズっていう意味では、あそこがある種の頂点みたいなところありますね。頂点ですよね。あかねさんもそういう夢って持ってるの？おそらく同じラスベガスでショーをするっていうところが目標にしてます。私たちとあかねさんで。後ろ噴水ボンボン。すすごい感じですよ、ラスベガス。もうなんか LED もすごい量だし。いや、でも、遠くはない未来にね。できれば嬉しい。まあ、そのためにもね、これからますますこう進化していかなければならないと思うんですけれども、アバンギャルディはこれからどういうふうに進化していくっていうふうに皆さんは考えてるんですか？今17人で活動してるじゃないですか。はい。どうですか？まあこれからも、まあ面白いをとにかく追求して、やっぱり国とか年齢とか関係なく、こう見た人が元気に少しでも笑顔になっていただけるようなパフォーマンスを目指して、唯一無二のパフォーマンスを披露し続けたいなと思っています。もう今でも十分唯一無二なね、魅力を持ってらっしゃる皆さんですから、これからさらにそこを磨きをかけて、はい。もっと唯一無二な、存在としてね、世界に羽ばたいて、カモメのようにね、はい。頑張ったよ。くれるんじゃないかなと思っております。古山佐伯のポップ A、今日は世界中から今注目を集めておりますダンスチームアバンギャルディメンバーをお迎えいたしました。今日は精鋭5名です。はい。長野さん、セイラさん、ソノさん、そして小花さんをお迎えいたしました。あっという間にもうエンディングのお時間です。はい。まあ今日ね、本格的にラジオでこうやってお話しするの初めてみたいなことをおっしゃってましたけど、ちょっと感想聞いていきましょうか。ノナさんいかがでしたか？いや、本当に、私、個人的にすごい話すのが苦手で、めっちゃ緊張してたんですけど、すごい楽しくお話できて、楽しかったです。同じこと言っちゃった。大丈夫です。とにかく五郎によろしくお伝えください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。長野さんいかがでしたか？はい。もう私、とにかく、始まる前から緊張で、本当ですか？すっごい緊張するんですね、私。もう今も手汗がすごいんですけど、髪をちょっと湿らせてしまって。手汗がすごくて。言わないと伝わらないですよね、ラジオですからね。はい。そのぐらい緊張してたんです。はい。古谷さんと一緒に、こうやって、お話しすることができて、もう非常に光栄でしたし、私のこのアニメ愛をね、語ることができて、大満足です。ありがとうございます。進撃パフォーマンスもね、はい。ますます期待したいところですね。はい。はい。セイラさんいかがでしたか？めっちゃ緊張してたんですけど、本当に、でもめっちゃ楽しくて、私の大好きなダウンタウンさんのお話もできて、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。ほっとした顔してますからね。やっと話せた。
ありがとうございます。園さんはいかがでしたか？はい、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、私はもう何より古谷さんにお会いできて、話せたことが、もう光栄すぎました。後でちょっと握手してください。なんか最後は面白いですね。握手してくださいですね。はい。河野さんいかがでしたか？いや、本当に、私は全然緊張してなくって、いや、ほんまに、古谷さんとどんなお話できるやろって予想もついてなくって、こんな楽しいんやったらもう一回やりたいぐらい。最初からもう一回やりたいぐらいですね。最初からもう一回。また呼んでください。ありがとうございます。いや、でもね、今日来れなかったね、12名の皆さんにも、ぜひくれぐれもよろしくお伝えください。はい、そしてやっぱりまずは見てもらいたいですよね、パフォーマンスね。はい。はい。その意味でも9月1日のこちらのイベントはね、いろんな意味でアバンギャルディを知っていただく、ある種の扉になるんじゃないかなと思っておりますんで。さて今日の放送もう一度聞きたいという方はパソコンやスマートフォンで繰り返し何度でもお聞きいただけます。NHK ラジオのアプリラジルをご活用ください。配信期間は放送終了から1週間以内であれば何度でもお聞きいただけます。そして皆さんから引き続きメッセージをお待ちしております。番組ホームページメッセージ募集のバナーから送ってください。X での番組参加も今日もありがとうございます。ポップ A 番組アカウントは@NHK_POP_A です。ポストする際には、ハッシュタグ POP_A もお忘れなくよろしくお願いいたします。なお、今後の放送内容につきましては、番組公式 X でお知らせいたしますので、まめにチェックしてください。ということで、今夜の古山彩希のポップ A は、アバンギャルディから、ノナさん、長野さん、そしてセイラさん、ソノさん、小花さんをお迎えいたしました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。